こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は年金改革の改正法案について解説をしたいと思います。以前も動画でご紹介をしておりますけれど、2025年は年金制度改革の年となっております。そして改正案の提出が随分遅れたわけですけれど、ようやく2025年5月16日に国会提出ということになりました。現時点では改正案成立はしておりませんけれど、改正案の概要についてご紹介をしていきたいと思います。まずですね、今回の概要ですけれど、年金制度の見直しの流れについて見ていった中で、今回国会提出されました年金制度改革の改正法案の概要を見て、その中で気になる皆さんが注意すべきものが社会保険の加入対象の拡大、そして何回も動画でご紹介をしておりますけれど、在職老齢年金の取り扱いについて詳しく見ていって、最後にですね、その他の改正もありますので、全体のスケジュールを見ていきたいと思います。まずは年金制度の見直しの流れという形になっておりますけれど、年金制度につきましては毎年5年ごとに見直しを行うということになっておりまして、2025年が年金制度見直しの年となっております。それに先駆けまして2024年、こちらを以前動画でご紹介をしておりますけれど、年金に関する健康診断、財政検証というのを行う。この前倒しして行われている財政検証の結果を踏まえて、2025年に年金制度改革を行うという流れになっておりますが、当初ですね、2025年1月に国会提出となっておりましたが、遅れに遅れまして、2025年の5月に提出となっております。議論自体は2022年の9月から始まってはいたんですけれど、いろいろ問題がありまして修正という形になってようやく提出にこぎつけたという状況になっております。今回の年金制度の改革の見直しですけれど、やはり一番大きいのは少子高齢化というところで出生率がどんどん低下をしているという状況になっております。まだ見込み値ではありますけれど、2024年に関しての出生率に関しては 1.15 ということで、過去最低を大幅に更新をする見通しという形になっておりまして、このような状況に対してどのような制度改革をしていくか。またさらにですね、人手不足というところも加わっておりますので、このあたりとのバランスが非常に難しいという形になっております。では、2025年の年金の制度改革についてどのような案が提出されているのかと言いますと、全部でですね、大きくは3つになってきております。まずはですね、一番気になるのが、以前も動画でご紹介をしておりますけれど、被用者保険の適用拡大ということで、社会保険加入要件がどんどん今は広がっていくといったところになってきて、今後の行方が気になるところですけれど、こちらはですね、2027年、令和9年の10月から段階的に拡大、廃止をしていくという流れになっております。また、こちらも以前は動画でご紹介をしておりますけれど、在職老齢年金。こちらは働く方の勤労意欲を削ぐというところと、あとは年金の不公平さといったところの問題点もありながら、やはりですね、基準額の見直しというところが行われております。もちろんですね、令和7年度においても基準額の見直しは行われておりますけれど、今後の行方としてさらにですね、在職老齢年金制度の見直しが行われております。この2点に関しましては後ほど詳しく解説をしていきたいと思います。その他ですね、遺族年金に関しての見直しが行われていくところとですね、あとは厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げ、こちら段階的に行っていくということで、今の方はあまり関係ないですが、より高額の所得、給与をもらっている方に関しては、さらに上の上位の区分が設けられることによって保険料引き上げが段階的に行われていくという形になっております。また、私的年金制度の見直しということで、以前も動画でご紹介をしておりますけれど、個人型確定拠出年金ですね、加入の年齢の上限引き上げという形で70歳になっているという状況になっております。そしてですね、その他として、
少し、あんまり大きく取り上げられてないんですけれど、気になるのが脱退一時金。こちらは最近は外国人雇用が増えてくる中で、やはり気になるのが脱退一時金の取り扱いということで、こちらも定期的に法改正はされているんですが、今回また新たに見直しがされたという状況になっております。では、まずですね、社会保険の適用拡大ということで、詳しく見ていきたいと思いますけれど、今現状は月額の給与が8万8000円以上。そして、週の勤務時間が20時間以上。会社としては50人以上の会社について、社会保険の適用拡大という形になっておりますが、この3つの要件のうち2つが廃止ということで、月額の給与8万8000円といったところ、いわゆる106万円の壁と言われるものですけれど、こちらが廃止になります。これはですね、すぐ廃止というわけではなく、3年以内に廃止という形になる。また今現状は51人以上の会社が社会保険の適用拡大の特例を受けているという状況ですけれど、こちらはですね、人数規模要件が段階的に廃止という形になりまして、2027年の10月から段階的に廃止になっていくという形になり、最終的には月額給与、企業規模関係なく週の勤務時間が20時間以上の場合は、短時間労働者として社会保険に加入をするということになります。また一方でですね、問題になっていた103万円の壁と言われるものですけれど、こちらもすでに決着がついていて、現状160万円の壁に引き上げとなっておりまして、こちらの対応は令和7年の年末調整から行われるという形になっております。そして社会保険の加入の対象の拡大ですけれど、対象の事業所ですね、こちらも変わってきます。法人の事業所に関しては変わりませんけれど、今現状課題になっていたのが個人事業所に関して、個人事業所に関しましては5人以上の労働者使用する事業所において、法定17業種に関しては対象となっており、それ以外は対象外となっておりましたが、この対象外の部分が今後は対象になってくる。2029年10月から対象という形になるので、5人以上の労働者を雇用する個人事業所においても社会保険適用の拡大を受ける。唯一受けないのは5人未満の個人事業所という形になります。その結果ですね、会社は何かしら社会保険の負担というのは増えてくるということになりますので、それに対応したものとして、事業主が追加で負担をした保険料に関しては、国がその全額を支援という形で、新たな策が設けられております。まだですね、詳しいものは出ておりませんけれど、そういった形で、ただし3年間限定、ただし3年目は減額をされるという形なので、3年間丸々、国が持ってくれるというわけではありませんけれど、社会保険の適用拡大を受けることによって、増える社会保険料負担分を一定期間、一定額国が支援をするという形になっております。そして続きまして在職老齢年金ですね。こちらも以前は動画でご紹介をしておりますけれど、令和6年度においては基準額が50万円でしたけれど、令和7年度においては51万円に引き上げになっております。資料自体は令和6年度のものをベースに作っているので、50万円と書いておりますが、令和7年度においては基準額は51万円となっております。この在職老齢年金、詳しくは別の動画をご覧いただきたいですけれど、老齢厚生年金ですね。こちらの支給停止という形になっておりますので、老齢基礎年金は止まらないところに注意が必要です。そして今現状は、令和6年度が50万円、令和7年度が51万円になっておりましたけれど、こちらがさらに今後引き上げという形で、2026年4月から62万円に引き上げという形になっております。従いまして、今まで支給停止で一定額支給停止を受けてた方に関しましては、上限が引き上げられることによって支給停止されなくなるというケースが出てくるかと思います。
これによってですね、より高年齢者の労働意欲を喚起するとともに、財政年金ですね。年金財政にとっては少しマイナスとなる部分ですね。このあたりは注意が必要かと思います。そして最後に注意点とまとめとなりますけれど、社会保険の適用拡大、そして在職老齢年金の見直しについてはこのスケジュールの通りではあります。賃金要件の撤廃、規模要件の廃止、そしてですね、新たな加入対象となる方への保険料支援というのが始まる。在職老齢年金に関しても支給停止基準額の引き上げが行われる。その他ですね、遺族年金の見直しです。その他ですね、厚生年金の標準報酬月額の上限の拡大というのが進んできます。また以前も動画でご紹介をしましたけれど、この加算ですね、年金に関しての子どもの加算に関しても少し拡充、いわゆる3人目の部分が拡充をされてくるという形で、やはりですね、少子化対策といったところでこの加算に関しても改正が行われるという形になっております。そして、さりげなく書いてあるんですけれど、脱退一時金の見直しというところで、こちらは4年以内に実施となっておりますけれど、最近は外国人雇用が増えてくる中で、やはり年金の問題大きいかと思います。そして脱退一時金に関してですけれど、こちらはですね、脱退一時金の支給上限、今現状は5年。以前は3年でしたけれど、今は5年に改正されております。こちらが5年からさらに8年になってくるということで、より長く働いて、より長く日本にいてもらえるような形で脱退一時金の内容も改正が行われるという形になっております。このような形でまだ法案成立しておりませんけれど、また年金制度改革の改正が行われ、今後さらにいろいろ変わってきますので、注意が必要かと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。